こんにちは、川口健です。今日はすくい縫いやりたいと思います。というか前回釣り込みやってすぐなんですけど、すくい縫いの動画撮っていきます。これウェルトです。こうやって巻いた状態のものを買って使ってます。こんな感じですね。これ厚みは3ミリぐらいありますね。ウェルト用でこうやって皮巻いてあります。でウェルト、牛の皮なので、これ巻き 100m とかなんですけど、 100m の牛いないんで当然これは対でありますね。つなぎ目が見えるんですけど、これつなぎ目ですね。横から見ると薄くこう斜めにしてつないであります。接着剤でつないでありますね。でもこれ使ってても全く問題ない、強度も全く問題ないんで、完全に一体化してるので、気にせず使ってますね。やっぱりこうやって巻きで売ってると、やっぱ靴サイズごとに長さ異なりますし、ダブルウェルトだったら全周巻くけど、シングルだったらここかかと周りは巻かないじゃないですか、とかっていうことがあって、毎回靴ごとに必要な長さは違うんですよ。なので靴に合わせて必要な長さを使えるっていうのがいいんですよね。このウェルトはこうやって巻きなので、前回釣り込んだやつですね。だいたい長さ合わせて必要な長さ分だけ、必要な長さはちょっと長いぐらいでカットして使います。両端分ですね。そんで、この靴はソールは黒くするんで、ウェルトもあらかじめ黒くしておきます。で次に、これ今釘で止まってるんですけど、釘はすくい縫いする時の糸がちょっと引っかかりやすいんで、タッカーに交換してます。タッカーホチキスの針ですね。こんなホチキスの針を打ち込んで釘を交換しています。これ今この状態で釘全部抜いちゃうと、当然釣り込みしてあるので釣り込みが緩んじゃいますよね。なのでまずこのタッカーで固定して、これで全周タッカー止めたんで釘を抜いていきます。でこのタッカーの内側の皮余ってる皮軽くカットします。というのも、ここ中底にこう下穴開けてあるんですけど、これが見えないと縫いづらいんですよ。だからこうすくい縫いする時に見えるように皮をカットします。リブが見える程度に。また後ですくい縫い終わった後にギリギリでカットするんで、今こんな感じですね。釘をタッカーに交換して、で余ってた皮を切って縫うガイドラインですね。大体なんですけど、をこうやって線を描いたみたいな感じです。でこれが糸。靴の糸を測るのヒロっていう単位を使ってますね。こう腕を広げたこの状態、これ一ヒロっていうやつね。人によって違うじゃないかっていう話なんですけど、そうなんですけど、大体なんでね。で3、4と、大体ですね。僕広げると、僕はこの身長173センチなんですけど、手広げると183センチぐらいあるんで、今5ヒロ取ったんで、約10メートル弱ですかね。違うか、9メートルか。9メートルといっても、このすくい縫いの糸はこれ半分にして使うんで、実際には 4.5 メートルですね。すくい縫いの糸は浅い糸で作ってやっ
やることはまあ僕はもうないんですけど、そういう方法もありますね。っていうかまあそれが一応スタンダードというか基本のスタイルですよね。ただこのドイツのね、このポリエステルの糸、これがスクリーンに使いやすいんで、これでやってるって感じですね。でこの糸、ここに針をつけますね。外がねすごい幻想的になってますね。あんまり伝わらないですね。なんかこう霧がかかって森感がありますね。これ糸を通して、で反対側からも針を通して、でこの糸の先端結びますね。こんな感じで今通した針2本がこの糸の先端、こう2つ折りになった糸の先端にこう引っかかっているような状態です。これで縫っていきます。なので1本の糸をこう2つ折りにしたこれを1本の糸と見立てて縫っていくということなので、さっきのね5ヒロの長さは実際の糸の長さとしては 2.5 ヒロになりました。これで縫っていきます。縫っていきます。スクリーンのですね。このタッカーを取りながら進めます。今度はね、さっき釘をタッカーに変えましたけど、今度は最終的にはそのタッカーもこの糸に変えていきますね。でこの糸に変えていくときにいろんなものをまとめて縫います。今この中で最も安定している部材というのが中底ですね。中底っていうのはもう木型にくっついてるというか接着されてるわけじゃないんですけど、形が中底にぴったり合っていて、それをベースに全部作っていくので、この中底に開けた穴の通りにさっき釣り込んだアッパー、そしてライニングですね。芯もあります。プラスさっきこのね作ったウェルト、カットして染めたウェルトをそれぞれ全部まとめて貫通させて穴を開けて、それをまとめて糸で固定するということですね。これは逆に言えば中底がこうしっかりしてるからできることであって、例えばこれ中底の革、アッパーに使うような1ミリとかの革だったら全然ね強度がなくてこんな縫えないですよ。そもそも縫うための厚みが足りないし、縫ってもこの他のアッパーやライニングやそういうねベルトやらの硬さ、厚みにね負けちゃうんで、なのでこの中底の厚みは6ミリぐらいありますね。それがハンドソンウェルトの特徴そのもので、しっかりした中底をしっかり木型の形に沿わせて、それをもとにいろいろな部材を縫い付けていく。こうすることによって強度が出て長く履ける靴になりますね。かといってじゃあこの6ミリのやつ鉄板でいいのかって言ったらもちろんそんなことはなくて、足に沿って曲がらなきゃいけないし、足に馴染んでいく必要もありますんで、そういう部分でね本当にこの革6ミリ厚の革とかって、牛の革なんですけど、本当に靴作りに適した素材ですよね。
でここ見えないですけど、ここ穴開いてます、ね、針がスッと入りますよね。ここに下穴を開けてますので、下穴に針を入れて、でここのね外側のさっき書いたライン、大体のところですねにこう出しますね。ここに今針が出てきてます。で今こう見えるようになったんですけど、普段はこうウェルトまで一緒に穴開きます。こういうふうにここに出てますね。でこれでこの中底からウェルトまで全部貫通した穴開いてるんで、ここにねさっき糸につけた針を両側から通しますね。で引きます。この糸が余りがなくなるところまでしっかり引く。でさらにしっかり引きます。締めますね。靴作りっていうか、革系のねレザークラフトとかも含めて、基本的に縫いは2本の糸裏表、左右の糸をこう双方向に貫通させて8の字にして縫っていく。あれですね、こうねインフィニティですね。こうぐるぐると8の字にするように縫っていくっていうのが基本的な縫い方ですね。すくい縫いに限らずいろんな縫い方がそうですね。ミシンだと上糸下糸っていうのは完全に分かれていて、こういう8の字になる縫い方ではないですけど、こう手縫いの縫い方の場合は基本的にこういう縫い方になりますね。そういえばなんですけど、僕全然ちょっとすくい縫い関係ないんですけど、靴作るようになってからね、靴の向き合い方っていうか向き合い方か、靴に対する関わり方がねかなり変わったんですよ。もちろんそれはねご存知だと思うんですけど、当然靴を自分で作るようになって靴はね基本買わなくなりましたし、その靴に求めるものとか、あとはフィッティングの方向性とかね、デザインの好みとか必要なデザインとかそういうのいろいろあるんですけど、その中で例えば具体例を挙げるとすると、前は結構シャープな靴好きだったんですよ。好きだったし持ってました。それはスーツ着る、職場だったんでそれに合わせてっていうのもあるし、やっぱりそういうものっていいものが多いというか、逆に言えば、すごく安価な靴でそういう凝った作りしてるとか、そういうシャープな、造形のものって作れないしないじゃないですか、基本的には。その安価なものとか、そういう普通にはないものが欲しいという、そういう意味もあって、そういう結構シャープなもの好きだったんですよ。で実際ね履いてましたし、全然シャープじゃないもっとねこう朴突としたようなのも好きだったし、そっちも同じように履いてはいたんですけど、逆にですね靴を作るようになってからはシャープなものをあんまり作ってないし履いてないですね。これはなぜかというと、シャープなものは変わらず好きなんですよ。で作りたいとも思ってるんですけど、お客さんのオーダーに関して言えば、世間一般的にはそういうシャープなものを好む人の方が少ないっていうのが一つで、だからこそ頼んでくるお客さんが少ないですよね。で自分に関して言えばシャープなものを作りたいし履きたいんですけど、実際に履くことを想像するとなかなかね履くタイミングがないなと思っちゃうんですよね。何を一番優先するかって言ったら、やっぱりなるべく履けるような靴を履きたいというか欲しいんで、それなぜなら作って履かない靴があったらあんまり意味がないからですね。靴っていうのは実験っていう部分も大きいので、それを達成するためにはたくさん履ける、さまざまな状況で履けるような靴でなければならないんですよ。っていうのもあるし、自分の中でシャープな靴を作るのはもうちょっと先なんじゃないかなっていうふうに
思ってたことがあります。シャープな靴ってかっこいいじゃないですか。だから多分ね、作ったらねかっこよくなっちゃうんですよ。実際もっとその先のかっこよさっていうのは難しいんですけど、なんかパッと見はシンプルに作っているよりなんかシャープさそのものでかっこよく見えてしまうみたいなところがあるんじゃないかと思って、自分はシャープさに頼っちゃいけないなと思ったんですよね。これ自分の論ですよ。シャープさに頼らずシンプルというかシャープじゃないやつでかっこよく作ることができれば、シャープなやつでも必ずかっこよくできるだろうと思ってたことがありまして、シャープの作るのね避けてました。じゃあ今はどうなのかというと、今はね正直ね大丈夫です。もうねシャープなの作っても自分で大丈夫です。履く機会があるかといえば少ないは少ないですけど、受注会とかでは履けるんでそういう機会もあります。機会がないと思ってたのはもう本当にねひたすら家で靴を作っていることしかやることがなかったんで、そんなシャープな靴をね履く機会っていうのがそもそもなかったし、この森に住んでからはより革靴なんか履く機会が少なくなったので、そういうのを履く機会がね、ドレッシーなのはより履く機会が少ないということなんですけど、今はね受注会結構ね全国行ったりとかそういう出張的なのがありますんで、そういう時に履けるかなということで、僕が今この作ってるカーキ色のこれは全然シャープじゃないですけど、シャープな靴をね作る予定はあります。だから靴を作るようになって、そういうふうに考えるようになって、でまたね変わってきてるっていう一例ですね。関係ない話がね長くなっちゃったんですけど、他にもいろいろとそういう靴を作り始めてから変わってきたことっていうのはあるので、またね話していきたいと思います。そして今ねこのベルトはね全部付け終わりました。ここまで今はかかと周り縫ってます。かかと周りはベルトはないんですけど、同じような縫い方でやっていきます。これベルトがないのでちょっと穴をね逆から開けます。さっきまでは中底側から穴開けてたんですけど、アッパー側から穴開けます。このかかと周りには下穴を開けてないんで、間隔はねだいたい目見でいきます。最後の縫い目、これは一番最初の穴、ここにもう一回最後刺して、でこの内側で結んで終わりですね。そしたら最初これすくいの前に中からはみ出てた皮カットしましたけど、今度またねベルトからはみ出てる皮があるので、これも全部カットします。この中底、これ釘で固定してあったので、これを抜いておきます。でこの吊り込みの時にここねトップライン止めてた釘、これも抜きます。でベルトを水で濡らして、
はい、こんな感じでスクリーン縫いができました。こういかにねやっぱりスクリーン縫いっていうのは平らに、そしてこのアッパーに密着するように細長かったベルトをこう巻きつけていってぴったりくっつけるか、これが大事なので、まあね、当然中底の穴のね下準備も大事だし、ベルトを縫う時のこの穴のね開け方とか糸の締め方とかがね、いろんなことが関わってきて、こういう形になります。結構ねこのベルトがしっかりついているかどうかっていうのは、強度ももちろん関係あるし、見た目に大きくね影響を与えてくるので、非常にねやっぱハンドソンウェルト製法という名前の通り、このハンドソンウェルトの工程は非常にねこう神経を使うというか、大事ですね。ということで、スクリーン縫い終わりましたので、次回はね中物、そしてダッシュ縫い積み上げと引き続き作っていきたいと思います。それではまた。